今回は全国泊まり放題サブスク次々30連泊の旅第9弾グランピング&ポートユイに宿泊した時の動画です。次々で宿泊できるグランピング施設とは一体どんなところなのでしょうか。動画の最後に滞在中に使った費用も載せていますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしています。もしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。4ポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港をチェックアウトして次の目的地のグランピング&ポートユイがある静岡県島田駅へ向かいます。10時45分にホテルを出発し、中部国際空港から金山駅へ向かいます。そして金山駅からは JR 線に乗り換えて今回3回目の青春18切符を使って島田駅に向かいます。2時15分、島田駅に到着しました。ここからはバスに乗ってグランピング&ポートユイに向かいます。次のバスの出発は1時間後の15時15分。バスを待っている時間を利用して駅近くのスーパーで滞在中の食材を購入してバスに乗り込みました。バスは40分ほど走って終点の本村に到着。ここから歩いて3分の場所にグランピング&ポートユイはあります。施設に入ると左側には校舎、右側にはいろんな形のテントが設営されています。ではフロントに行ってチェックインしたいと思います。ちなみに正門はこんな感じになっています。こちらにはまだ廃校前の小学校の名前がそのまま残っています。入ってすぐ右側に見えてくるのは小学校によくある二宮金次郎の銅像。そしてその裏には体育館があります。ところどころ小学校の面影がそのまま残っていて、ちょっと懐かしい気持ちになる施設となっています。フロントは体育館のような板張りの装飾になっています。ここで宿泊の受付やアメニティをもらったり、部屋着を借りたり、飲料水の購入やプールの予約などもできるようです。受付の上部にはかつて開校していた由比小学校の校歌が飾られていました。他にも施設内で開催されるイベント情報が黒板に書かれていたり、施設内で楽しむための花火の購入、テントまで自由に持っていけるトングやハサミ、菜箸、フォークやスプーン、フライパンや鍋敷き、ボウル、まな板、アルミホイル、お皿やお椀、コップ、またコーヒー、ミルク、砂糖なども無料でもらえます。ここには電子レンジもありますし、自動販売機でご飯や焼きそば、カレーも購入できるので、手ぶらでこの施設に来ても全く問題なさそうです。また玄関には電動バイクの貸し出しもありますので、この周辺をサイクリングや観光することも可能です。こちらのドーム型テントになります。それでは早速ね、入っていきたいと思います。はい、今テントの中に入ってきました。テントの外観はね、こんな感じです。すごいね、広いですね。そしてね、エアコンが効いててね、涼しいんですよ。上にはね、おしゃれなこうしたランプもねついています。こちらね、入ってすぐねドアなんですけども、ドアを入ってすぐ下に、下駄箱がありますね。こちらでね、館内を歩けるこういったスリッパですね。はい、こういったねスリッパ用意されていて、ここ座りながら、靴を履いたりスリッパ履き替えたりすることができます。ベッドはねツインのベッドなんですけど、1個のベッドがねダブルサイズぐらい大きいです。たくさん泊まれるようにね多分想定してるんでしょうね。で、枕がねこう2つついてますので、このベッドで2人寝ることもできますし、贅沢にね一つ一つ使うことができます。はい、2つともね同じ感じですね。少し硬めのクッションの枕が置いています。ランプがあります。もうこの中ね結構明るいんですよ。はい、こちら側はねもうほとんど窓がない面になっていますね。皆さんがね歩く側なので、この辺はねやっぱ見えないようにしてますね。でこちらにね、はい、棚があります。はい、デロンギのね湯沸かしポットがあります。これは助かりますね。コーヒーをねアメニティでもらったので、もうそのままねコーヒー入れれるポットになっています。でこういったところに小物を置くことができますね。はい、ティッシュケース、これも木でできていてとてもマッチしていますね。はい、予備のティッシュが下にあって、
こちらにですね、アメニティかな、ちょっと見てみましょうかね。これは屋外の必要なものですね。まずこれなんでしょう、虫除けスプレーが入ってました。こちらがですね、ファブリーズ消臭剤が入ってます。はい、あとゴキジェットですね。はい、ゴキブリ出るでしょうね、やっぱり自然のところだからね。こちらハエを落とすアースジェットがねありました。普通のホテルじゃねこんなん置いてないですよね。電池式の蚊取り線香みたいな感じですね。あとこれライトですね。はい、暗い時にねこれでライトを使うことができます。というのもこの部屋ねトイレがねないんですよ。当たり前ですよね。はい、テントにねトイレはないの当たり前なんです。ただ本当にお部屋みたいなので、一瞬でちょっと錯覚してしまうんですけど、基本テントなのでね、はい、なくて当たり前なんですよね。それでフロントの方に行ってトイレとか、あとプールの方にもねトイレがあるみたいなのでね、その時にさっきのライトを使ってね、夜とかね、道照らしながら行くんでしょうね。はい、他はね棚何も入ってないので何か置くこともできますね。こちら側にはね誰も他のテントの方いないんですね。前に見えてるのは僕たちの個人的なバーベキュースペースです。はい、なので食事をしたりとか食事を作ったりするときに、向こう側のスペース使います。はい、こちらにはねクッション性のあるロープのね椅子があります。真ん中にねコーヒーテーブルあるので、そこでねゆっくり外を見ながらねコーヒー飲めると思います。この椅子がね2つあります、ね、こちらにソファーがあります。はい、4人ぐらいねゆっくり腰掛けることができるソファーがあります、はい、こちら少しね広い感じのテーブルになっていますね。これもコーヒーテーブルなんですけど、高さ的にねソファーに座って何か食事をしたりとかコーヒーを飲んだりとかねすることができます。これがねエアコンなんです。今ねガンガンに効いてます。かなり涼しいです。はい、あとこちらにライトがあってゴミ箱、そしてはい冷蔵庫があるんですよ。テントに冷蔵庫ってすごいですよね。なので食材買ってきてねここに保管することもできます。もうホテルの冷蔵庫にね全然大きいです。これ冷凍庫ですね。はい、こっちが冷蔵庫になります。はい、水とかね買ってきたものをねこうして入れることができます。ホテルの冷蔵庫だったらねバーベキュー用の食材って全部入んないと思うんですけど、これぐらいのサイズあったらねもう十分ですよね。でこちらですねクローゼットがないんですけども、こういったハンガーをかけるね台を用意してくれています。上着をかけるハンガーが右側にあって4つですね、ズボンをかけるハンガーが左側に2つあります。そして下にはねタオルが用意されています。タオルと水がねこうしてね用意してくれてるんですよ。はい、で今日のバスタオル、そして、スポーツタオルですね。そして2日なので歯ブラシもね4つもらいました。2人分の2日4つもらいました。これ以上もらおうとすると追加料金になるみたいです。これはね明日の分ですね。明日の分のお水と、タオルですね。はい、あと傘もねこうして用意してくれています。はい、そんなところかな。あとはこちらホテルの部屋じゃないのでテレビがないんですよね。ただね Wi-Fi がつながるんですよ。これはやっぱり今時のテントですよね。インターネットのスピードね測ってみたいと思います。スタート。はい、ダウンロードがね 52Mbps ですね。早いですね結構ね。アップロードがですね 41.3Mbps、 こんだけ早かったらもう十分ですね。はい、今ねテントのね、はい、さっきこの中が部屋の説明したんですけど、テントの外何があるか見てみたいと思います。こういう風にねゆりかご式でね、はい、くつろげるこういった椅子がありますね。でこちらはね焚き火ができるスペースですね。焚き火はね有料になります。はい、はい、こちらがですねバーベキューする、スペースになってますね。バーベキューとか食事をするスペース。一応ねこうしたライトがねあって夜でもね明るくなってますし、今ねこういった透明なカーテンがあって風を防げるようになってます。はい、真ん中に大きなテーブルがあって塔の椅子がね、はい、4つ用意されています。はい、そしてここにはワゴンがあって、
で、これがね、多分ね、はい、グリルですね。ガス式のグリルみたいです。これはいいですね。向こうにはね、こうして、ペットボトル、缶、瓶、こういったね、ゴミ箱も設けられているので、ゴミが出てもね、安心ですね。はい、一応自分のテントからね、外を見た感じですね。いろんな形のテントがありますね。僕らと同じドーム型もあれば、先がちょんがったね、テントもあります。はい、こんな感じでね、一個一個がね、少し離れてるので、そんなにうるさくなければいいなと思います。ドリンクポートでは夕方5時から8時30分まで無料で飲み物をいただくことができます。飲み物は冷たいドリンクコーナーでコカ・コーラ、ジンジャーエール、カルピスソーダ、オレンジスカッシュ、アイスティー、ウーロン茶があります。温かい飲み物は今は調整中で利用できませんでした。こちらの機械では氷も入れられるので暑い日にはとても助かります。あとこちらには生ビール、そして隣の機械では自分好みのチューハイを作ることができます。今ね、ちょうど6時過ぎなんですけどね。はい、6時にお願いしていた夕食をね、持ってきてくれました。で、何が入っているかちょっと説明していきたいと思います。美味しそうなステーキがね、はい、これが1人1枚入っています。こちらがですね、骨付きのステーキがね、2つありますね。美味しそうです。あとはコーンとかソーセージがね、はい、大きいの、これも入ってます。あと、椎茸とかね、トウモロコシ、キャベツとかパプリカとかもね、入ってます。彩りですね。はい、このゾーンはね、全部焼き物のゾーンみたいですね。で、こちらがね、サラダです。はい、これはそのまま食べます。で、こちらがね、多分ね、魚となんかね、サラダを合わせたものになってます。で、ご飯はついてないです。その代わりパンがね、こうしてついてます。1人3枚のパンがついてます。で、合計6枚ですね。で、これはパンにつけるものらしいです。鉄のフライパンのようなものに入ってるのがね、これがね、これも火をかけるんですけど、アヒージョみたいです。後で火にかけて温めたいと思います。で、これはね、なんかちょっとしたお菓子みたいですね。ダックワースってね、お茶と食べるようなお菓子みたいですね。あと、これポットが来て、冷製のね、トマトスープ、はい、入ってるみたいです。はい、これを食前にね、食べたいと思います。はい、今焼き出しましたね。はい、まず小さい、こういったボーンステーキですね。はい、こちらから焼いています。そしてソーセージ。こちらアヒージョです。これちょっと時間かかるので、で火かけてます。ここのバーベキューソースとステーキや焼いた野菜の相性が良くて、とても美味しくいただきました。こちらはアヒージョ。初めて食べた料理なんですが、いつまでも熱々で、オリーブオイルとニンニクが具材とマッチしてとても美味しかったです。ステーキと野菜とサラダ、パンとアヒージョ、それにタイのカルパッチョまであったので、お腹いっぱいになりました。夜の今ちょうどね8時過ぎなんですけどね、はい、照明がね足元にこうしてついています。で、トイレがねどうしてもね校舎の方とプールの方しかないので、はい、テントにはないのでね、トイレ行きたくなったらこうして歩いていくしかありません。プレイルームにやってきました。ここでは卓球台、そして昨日のシェラトンに続きまたしてもビリヤード台、そして奥にはグランドピアノが置かれています。さらに向こう側にはダーツの的が2台設置されています。こちらのテーブルの上には磁石と書かれたゲームがあって、もう一つのテーブルの上にもまた違うゲームが置かれています。なので、もし雨が降ってもこちらのプレイルームで十分遊べそうです。誰もいないのでビリヤードで遊んでみました。妻は昨日に引き続き2回目のビリヤードだったせいか、ちょっと腕を上げていて白熱したゲームになってかなり楽しめました。はい、今ちょっとお風呂から帰ってきたんですけども、寝巻きについてですね、はい、これ男女兼用なんですが、2ピースになってます。ただね、生地がねジャージ素材なんですよね。やっぱりここが昔学校だったということもあって、そういうコンセプトなのかもしれません。さっきねビリヤードとかちょっと楽しんできたんですけども、
このズボンのままね、はい、楽しんできました。伸縮性があるのでね、すごい動きやすいです。今、部屋帰ってきてね、さっきここ、部屋入った時オープンになってたと思うんですけど、今、閉めることができました。本当にテレビのない生活っていうのはね、久しぶりなんですけども、音がなくていいですね。スズムシの声がね、時折聞こえてきます。本当自然豊かなところでね、これで過ごすのも時にはいいんじゃないでしょうか。それでは、今日はおやすみなさい。朝から今日は雨ですね。観光地でね、雨降るよりかはいいかなと思ってます。はい、なんでかっていうと、このグランピングよいってね、観光に来たんじゃなくてキャンプしに来たので、テントの中でね、楽しめるので、いいかなと思ってます。朝は雨が降っていたので、簡単にフライパンでパンとクロワッサンを温めて、コーヒーを入れてバナナと一緒にいただきました。こちらのキャンプ場の端っこにプールがあります。もう学校のプールそのまんまですね。25メーターの1、2、3、4、5、6コース。夏の時期しかね、ちょっと使えないんですけどね。朝雨降ってたんですけどね。また雨降られるかもしれない。ちょっと、今のうちに泳ぎたいと思います。お昼ご飯をいただきます。グリルで枝豆を温めながら、豚肉の細切れ、もやし、焼きそばを炒めていただきます。お腹いっぱいになったので、プレイルームに行って卓球で体を動かします。2人とも卓球は久しぶりだったんですが、意外とラリーが続いていい運動になりました。卓球の後はダーツゲーム、また妻は全く弾けないグランドピアノで楽しんでいました。はい、今日の晩ご飯です。チャーハンとですね、ゆで卵6個。これはちょっとね、買いすぎましたね。あと枝豆です。ゆで卵はね、明日チェックアウトして長野県までね、電車かなり長いので、サンドイッチちょっと作ろうかなと思ってます。調理していただきたいと思います。夕食も美味しくいただきました。はい、今体育館にね来ました。はい、時間が遅いのでね、もう9時前なので誰も使ってる人いません。体育館にはね、こうしてグランドピアノもあります。ピアノはね、プレイルームにもあったので、これ2台目ですね。はい、子供たちがね遊べるこういったボールのスペースもあって、バスケットボールがね、はい、こうして2つ、そして、妻はそこでねバランスボールやってますけど、3つ4つありますね。はい。で、サッカーもねできるんでしょうね。フットサルというかね、ゴールがあって、でここにバレーボールのねネットもあります。はい。バレーボールもね、バスケットボールもあるので、バドミントンもありますね、これね。こんな感じでね、いろんなボールで遊べるようになってます。今回ね、ちょっとね、団体さんと重なっちゃったのでね、なかなか遊ぶ機会なかったんですけどね。はい、こんな感じで遊ぶことができます。7時20分ですね、朝になりました。今日でね、チェックアウトします。最後ね、少し感想を述べたいと思います。本当にね、スタッフの方が、綺麗にしてくれてます。ベッドの下とかね、あとこういったソファーの下とか、テーブルの下とかもね、掃除がね、行き届いてますね。テント生活なんですけども、すごい快適に過ごせました。スタッフの方ね、皆さん本当に愛想が良くて、もうトイレとかもね、すごい綺麗にされていて、掃除もね、かなり行き届いてるなって感じがします。あとは素晴らしい施設だなと思いました。ただ1点だけね、これはスタッフじゃなくて、客層なんですね。今回2泊したんですけども、1泊目、こちらのドームはいなかったんですけど、その向こう側ですね、1個開けた、多分10メートル以上離れてると思うんですけども、ちょっと大学生かどうかはちょっとわかんないですけど、若いね、女性の方たち、3人組、4人組だったと思うんですけど、泊まられてて、ちょっと2時、3時ぐらいまでちょっと、ね、結構声がね、聞こえてくるんですね。静かになったと思って、やっと寝れると思って夜中3時になったら、今度はね、大きないびきかき出して誰か一人大きないびきかいてたんでしょうね。もう今度はいびきがうるさくてね中の子たちも多分うるさいとは思うんですけどね。で、次の日にその子たちがチェックアウトして、今度は男性の団体さん、若い学生の団体さんがね、ドカドカドカと入って、比較的ね、近い程度になりました。はい。で、どうなったかっていうと、
ご想像の通りですね、もうすごいうるさかったです。1日目よりひどかったですね。というのも、帰ってきてね、すぐですね、もう大声でね、テントでみんなで一斉に歌い出してるんですよ。なんでみんなで歌うんだろう。でもカラオケ行けばいいのにっていうぐらいね、本当にね、大きな声で6、7人ぐらいいたのかちょっとわかんないんですけども、もう一斉に同じ曲をね、大声で歌うんですよ。隣にいた、女の子たちにアピールしてるのか、目的は本当よくわかんないですけどね。でもね、夕方だし、若いし、ちょっとはしょうがないかなって、夜になって静かになってくれたらいいなと思ってたんですけども、もう夜になってもひどかったですね。ちょっとね、お風呂で鉢合わせして、お風呂でもね、もうサウナとかでもワイワイ騒いでるし、もう窓開けっぱなしでね、どっか行っちゃったりとか、大声でね、やっぱ歌ってたりとかね、大声で話したり、僕がいてもね、ひどかったですね。どう過ぎてるなっていうぐらいの、騒ぎ方でした。で、その後、しばらく静かだったんですよね。なぜかというと、夜11時までね、プレイルームで、ビリヤード、卓球とかね、そういうの、ダーツとかね、そういうのはね、夜11時までできるので、そこに多分いたんでしょうね。静かでいいやと思ってたら、やっぱ帰ってきましたね、11時過ぎになって。そして、やっぱまた始まりましたね。大声で一斉に歌う。これがね、夜中のね、12時ぐらいまでね、歌ってました。さすがにこれはまずいと思って、今日朝早かったので、フロントにね、言いに行ったんですよ。ちょっと何とかしてくださいと。そしたらフロントの方も言ってたんですけども、学生さんたちの団体らしくて、夕方にもね、ちょっと注意したんですよって言われたんですけど、で、スタッフさんが言いに行ってくださって、しばらくピタッと止まったんですね。よかったよかった。これで寝れると思ったんですけども、しばらくしたらまた案の定、歌は歌わないですけどね、うるさいですね、やっぱりね。やっぱりね、夜中の3時ぐらいかな、うちの妻はちょっと寝れなかったって言ってましたね。この点だけがね、もう本当にね、もう残念です。もう施設もスタッフもすごい素晴らしくて、サービスもいいのに、大騒ぎするグループが入ってきたらもう台無しになっちゃうんですよね。Google の口コミでも僕見たんですけど、結構ね、やっぱり隣がうるさいのに当たっちゃって寝れなかったっていうね、口コミ何個かあったので、僕だけじゃないと思うんですよね。あと、我慢してる方も結構いると思うんです。なのでね、スタッフに言って注意するだけじゃなくて、夕方にも言って聞かないんであれば、イエローカード、レッドカードみたいな感じで、もう本当にね、重なったらもう一発退場じゃないんですけど、もう今後一切、この施設利用できない、もう出入り禁止とか、あとはもうすぐね、1回目、2回目、2回目になったらもうこの施設からもう出て行ってもらいますみたいな誓約書を書かせるとかね。そうしないと多分、僕らみたいな、夜はね、ゆっくり眠りたい、これが普通なんですけどね、方は本当に迷惑です。正直ね。こういった大人の方がね、キャンプも楽しめるような、そんな施設、システムを作ってほしいと思っています。施設が素晴らしいだけに、スタッフが素晴らしいだけに、そこだけはね、ちょっと残念でした。今後ね、ちょっと泊まるかどうかわかんないですけどね、ちょっと本当に寝不足なので、2人ともね、今後、こういう点がね、改善されたらいいと思います。じゃあこれからチェックアウトして、今度は長野県にね、向かいたいと思います。それでは、この部屋からは以上です。失礼します。この後、次の目的地の長野駅前にある長野東急レイホテルに向かいます。長野県も行きたい観光地がたくさんあるので、とても楽しみです。次々の旅はまだまだ続きますので、興味のある方はまた時々このチャンネルを覗いてみてください。今回の動画が参考になった方は、いいねボタンもよろしくお願いします。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。